花鳥風月というのは花の美しさや鳥、そして風、月、このような美しいものを、古来それこそ万葉時代と言われる600年から700年 AD の頃から、日本にはそうした万葉集と呼ばれる、素晴らしい、自然を歌った歌がたくさん存在しています。その後も時代を経てもこの大自然の美しさを歌った、そうした中に夫を思う気持ちや子供を思う気持ち、夫婦の愛情や、また死んでいく悲しみ、戦いの虚しさ、死んだ人たちを戦いで死んだ人たちを思う憂いなどを自然の中に織り込んで歌うという習慣がずっとありました。そして江戸時代に、東京江戸から東北地方に向かい、上越北陸とぐるっと一周してきた、この松尾芭蕉の旅というのはその万葉時代といわれる600年から700年ぐらい、そしてそこから江戸時代までというのはちょうど1000年以上も時が経ているわけですけれども、自ら芭蕉がその旅を同じく歩いてみることによって昔の人たちがめでた花や鳥や風や月をもう一度体験し、そして自分の美意識を新たに作り上げていこうという意欲的な試みをしました。この東北地方の芭蕉の旅は、スタートしたのは1688年で、そして結果としてはこの松尾芭蕉の作品というのは、彼の作った俳句の中で最も素晴らしい作品集だと言われるようになったわけです。でところでこの松尾芭蕉の俳句というのはどのように一般大衆に影響を与えたかっていうことが、その次に出てくるわけですね。でこれは一般の江戸の人たちも実は横丁のご隠居さんから、漫画のような、2人組デコボココンビに至るまでもう短歌だとか俳句をちゃんとどっかのお師匠さんに習いに行ったんですね。で大抵そういう時のお師匠さんは女性で一人暮らしのちょっと小粋な素敵な人なんです。でそういうところに通うことによって5人6人の男性が密かに心ではその女性を憧れながらその人のためにしっかりと練習を積んで人よりいいものを作って褒められたいというのが、そうした江戸時代の庶民の憧れであり、日常生活だったんですね。そのために、俳句を作る人とかそれから花をめでる人というのは普段から注意深くないと句は作れないわけです。ですからみんなメモ帳を自分の中に持ち、そして、筆立てといってですね小さな小筆をですね、入れて、そしてすぐにね自分のメモを取れるようなものを実はベルトに、常に携行していたんです。これって庶民がすることとしては不思議ではないですか。普通その文字が読める書ける、また俳句を作る、これはポエムですよね。詩ですから、しかもちゃんと季語といって季節の用語をそこに入れなければいけないというルールもあります。そして五七五という、単語が5、単語というか、音が5、それから7の音、そしてまた最後に5の音で、ルールとしては季節に関わる言葉を1個入れなくちゃいけないという、そういうことを楽しめるというのは、庶民の文化レベルがいかに高かったかということにつながるんじゃないかと思うんですね。で、普段から矢立てを持って歩く。で昔も新聞記者もいたわけで、そういう人たちは同じくですねこの矢立てを持って事件記者のようにあちこち飛び歩いては、そこの現場をですね絵に描いたり人相書きを作ったり、それから、その現場で行われていることをちゃんと、瓦版という、今で言ったら、その日のホットニュースを、すり増ししてその場でお金をもらうというのが江戸時代には本当に、庶民の間でよく売れたという話が、今のテレビなんかの江戸時代の番組をやってる中では必ずそういうシーンが出てきます。
文化度が高いという意味では矢立そのものがそういうものだったと言えるでしょう。そして、紙は古紙、何かお習字を習った後の裏の紙を使って小さなメモ帳のようなものを持ち歩く。これはですから武士の階級以外の江戸の庶民がどれほど生活を楽しんでいたかということにつながると思います。で、それでいよいよ秋ですけれども、秋というのはですね、私たちが一番好きなのは菊の花、そして同時にもみじ、そして満月、そして、萩の紫色の花、いろんなものが秋には出てくるし、食べ物でいうと栗ご飯だとかですね、きのこだとか、それから銀杏、これはイチョウの黄色い木の下にポトポト落ちる実ですけれども、本当に茶碗蒸しの中に銀杏が入ってると秋が来たなとか、栗の入ったご飯を食べると秋が来たなということで、味覚とともに秋を楽しむ、こういうことも江戸時代にはそれが大きな文化として花開いてくるわけです。でそういういろんなお茶屋さんと言われるご飯を食べさせる場所も繁盛したんですけれども、そういうところではやっぱり山まで行って取れたての栗、取れたてのきのこを秋になったら出すということが名物になっていて、それを出すことによって高いお金をもらえると、しかもその食べるのが、お金持ちだけではなかったと。じゃああそこ行っておいしい、栗ご飯食べに行こうよみたいな、そういうふうなことが一般庶民にできたということも本当に贅沢なことだと思いますが、今以上に季節を楽しむ感性というのは江戸っ子には非常にあったんですね。で、これもまた海外の人に日本に来てほしいから言うんですけれども、今秋を味わうとしたらどこに行けばそれを味わえるのって言いますと、それは旅館ですね。ですから和風旅館に泊まるということのとっても大きな意味というのは、夕食がついてること、朝食がついてることなんですね。でそういうのがついてないホテルに行って、夕食代を別料金で払うとなると、フレンチにしようかしら、イタリアンにしようかしら、中華料理にしようかしら、和食が一番高いのよねって言って和食のコース料理を食べると1万円ぐらいしますね、最低で。でもしそこに秋を代表する、松茸、それから伊勢海老、それから栗、茶碗蒸し、土瓶蒸しっていうのがあるんですけど、そういうものを人それ全部お刺身と一緒に出してもらったらどうなるかっていうと、多分2万円ぐらいかかってしまうようなものです。だから旅館に泊まる、いい旅館に泊まるっていうのは2万円の料理を夕食に出してもらって、なおかつ朝ごはんを食べて多分3万円ぐらいで、それを高くないと思って旅行に行ける人たちが大勢昔はいたし、今もそういうことでね、1泊2日温泉に浸かって露天風呂で月見をしながら夕ご飯をその後でいただくっていうのはまだ日本の文化として栄えています。でそういうところで出される料理っていうのは、板前さんと言われる和風の料理を作る人は本当に命がけで、命がけというのは別に死ぬっていう意味じゃありませんけども、命をかけて本気で、そこに手に入れた素材を生かして、もうとことん香りを生かし、それから熱の加え方に気にし、それから包丁のさばき方をもうとことんこだわって、これでどうだっていうような料理を出すわけですね。そしてそれがお客様の心に響くとリピーターが増えるというようなことで、私が愛用しているその和風旅館は毎年行くんですけれども、行くたびに料理も違いますけれども、その二物って言われるいろんな料理を出してくれるお皿が年々歳々変わっていくわけです。どうしてこのお皿をこんなに持てるの、これだけの新しいお皿をどこに保存してるんだろうかというぐらいですね、毎年毎年美しい器が増えるわけです。でこの器の中に盛り込むっていうんですけど、非常に立体的に盛り付けたり、それから蓋をしてわざと中を見せないような、出し方をしたり、そうすると蓋を開けた時に、特に松茸のような香りの高いものはふわっとその香りがするんですね。そしてちょっとだけカボスのような柑橘類を加えることで、ちょっとあっさりと一緒に
お吸い物の中入ってる鳥の臭みを消すとかですね、非常にデリケートなものです。だから、そういうとこ行く時には高いと思うかもしれないけど、前の日ぐらいからあんまりご飯食べない方がいいかもしれない。そして前の日の夕ご飯からものすごくカロリーを減らし、朝ごはんも本当に食べないぐらいで、お昼もほんの少々にしとくと、それは4回分ぐらい楽しみにして、でそこから料理をいただくわけですから、自分の味覚、それから、感性がものすごく鋭くなってますね。そうすると普段魚の香りでも、それからお刺身でも、それから松茸でもそれほど美味しいと思わないものが、空腹で本当に味覚が研ぎ澄まされていると、その運ばれてくる時からもう分かるんですよね。でドキドキしながら蓋を開けると。この醍醐味というのは、やはり日本人が長年にわたって江戸時代に完成した食文化、そういうものを今日に伝えてくれていて、ありがたいなと思える、春夏秋冬の4シーズンありますけど、特に秋は一番食べ物がおいしいということでも、ぜひねそれを味わっていただきたいなと思います。